皆さんこんばんは。ようこそミッドナイトスナックブラッド&ストーリーズへ。深夜にぴったりなスリルと好奇心を満たすほんのひととき。ホストは私、住真也と加田聡と桐山和久です。この番組は YouTube で配信中のバンピリックオーディオミステリー X&B がお届けするオカルトミステリーポッドキャストです。はいありがとうございます。いやー、これがはい配信されてる時には、もう我々ちょっとそうですね。そうですね。ちょっとはい向かって現地おりまして、ロスの方に。はいどんな感じでしょうね。そうですね。いやまだ桐山君はまだ行ったことないわけや。ないですね。うんちょっと僕天使なんで僕はね。二人二人は悪魔ですけど、僕は天使なのでね。確かに確かにまだちょっとまた別行動ということで。まだ来年一緒に。いやそうそうですね。助手の気持ちだけは一緒に連れて行ってるんで。そう助手が務まってないですよ。気持ちだけは。気持ちだけは助手務まっいやてない。俺の部下として連れて行く。あれ上下関係そっちだった。いやでも AX ではね、うんブースの方もそうなんかすごいみたいですよ。いやなんかね、他にもなんか何あれでっかい。ね、なんかすごいみたいですね。ハートがあってねあんなもんが作られてると。みんなね行ったらわかるよ。写真撮れるコーナーがあるらしいよ。そうですね。行ったらわかるも何もね、もうこの時にはもうそっか言ってる方もいるのからね。開催されてるんで、すごいよ。開催中やからうん明日行こうってなる方もね。いらっしゃるかもしれない。ぜひ、はい、もうこれだから配信されて翌日にはもう我々も絶対いるわけやかそういうことですね。はいそれは間違いないら、間違いないんでもうぜひ会いに来てくださいと。しかも、はい X&B もちょっとね、商品があると。商品があると。ねえ、嬉しいですよこれは。それも後で言いましょうか。言いますか？言いますか？あとで。今行く今行くちょっとこう手元に用意してくそうださい。なんですよ。そうもうあるんですよこちょこにっ。とそれぞれ持ちますか？はい持ちましょうか。いやこれこれ見てよ。見てこれ。すごい見えますか？見てよ。すごくない？ポストカードとステッカーですよ。はい。探偵。助手バンプレイ。いや。ね。はい探偵吸血鬼はわかるけど助手ってこれ。B って肩書き助手だったんだと思って。すごいね。吸血鬼もう全部漢字で書かれてて。いやかっこいいじゃないですか。なんか逆におしゃれよな。おしゃれ。うんでそれぞれのポストカードがあってね、そしてこれがシーズン2のキうわーキービジュアルで。ですよ。来ましたわ。ありがとうございはいます。ありがとうございます。ポストカードね、うん。こんなものがご用意されてるということなので、はいぜひね会場に来られた方は手に取っていただきたいとそうです思ねい。ますけど。俺も欲しい。俺も欲しい。俺も欲しいよ。買って帰ろ買って帰ろう。ゲットしますいや、ぜひゲットしていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はいそれでは、ね、始めましょうよ。始めましょうよ。来年は一緒に行こうねって行きましょう改めて言うねなるほどね。はい来年じゃあ来年一緒に行きましょう。連れてってくださいね。じゃあそれでは始めましょう。ミッドナイトスナックブラッド&ストーリーズ、最後までごゆっくり。この番組は世界のオカルトをテーマに語るブラッドエディションとオーディオドラマ X&B をお届けするストーリーズエディションを交互に配信していきます。はい、今日はブラッドエディションをお届けそうなんですするんですが、はい。まずトークテーマを決めていきますか。そうですね。どうしましょどうしますか？どうしましょう。いやでも、もうね、わかるじゃん。わかるじゃん。わかるじゃんわかるわかるじゃんもう次のあれ行きましょうよ。あ、う。そうですね。うんまあシーズン2そうですといえばですからね。タイトルにも入ってますよね。そうそうですねそうそうキそう。ーワードというか、そ皆さん気になってると思いますけど、サイレントセイレンセイレンということなんですけども、セイレセイレンセイレン。どんな感じなのかっていうのをねいやーちょっ確かにと話していきたいと思います。はい今夜のテーマはですねセイレンでお届けします。ここからはオカルトとミステリーをスパイスに夜のスナックタイムを一緒に味わいましょう。はい、じゃあここからはねセイレンをテーマにトークしていくわけなんですけども、はい。はい、セイレンって皆さんご存知でしたか？ぼんやり。僕は、うん召喚獣として、それはそういうこはい、私もですけど、特定の作品がね。特定のね有名な有名な、ねRPG、ねロールプレイングゲームのファンタジーのね敵がいて、うんで召喚獣にそうなってみですねたいなんで、うん詳しく知っそうやねたかな。あなたからジャンクションしたらセイレーンがそうですね。そういうことですよね。はいそうですねはい、そういうイメージがどうしてもあったっていうのがありましたけども、でもなんかあるよね結構うんその歌でそうね。そうですね。船乗りを惑わすみたいな伝説が、はいはい。なんかうん、俺某美少女戦士のアニメにも出てきたような気がする。あそうなのよ、敵で敵でおった気がする。セイレーンが、
何かは分かってなかったけど、うん名前をね、なるほどね。名前でその当時全然分かってなかったけど、あ、そういえばあいつセイレーンやったわみたいなこと。ああ、なるほどね。はい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 。いやでもな。じゃあちょっとセイレーンの資料がここにあるんでね、ちょっと見ていきましょうか。じゃあスミさん紹介してくださいよ。セイレーンはギリシャ神話に登場する海の怪物で、上半身が人間の女性、下半身が鳥や魚の姿を持つ。鳥や魚？鳥は初めて聞いたね。で、美しい歌声で船乗りを惑わせ遭難させるとされている。起源は川の神アケロオス。アケロースの娘たちで、娘たちなのね。娘たち、ペルセポネの従者として知られる。で、ホメーロスのオデュッセイアやアルゴナウティカに登場し、オデュッセウスやアルゴナウタイを魅了するが、彼らには攻略されてしまう。わからん難しいカタカナがいっぱいあった今。中世以降彼らの姿は鳥から魚へと変化した。変わったんかい。結局じゃあ魚なんだ。コーヒーチェーンのスターバックスのロゴに描かれているのもセイレーン。あれセイレーンなの？そうなんや。知らん。あいつ惑わしてきてたんや。だから若者たちがあれにね惑わされてるんだ。マジかよ。そういうこと？そういうことかよ。そこに遭難していって、ここにコーヒーカップあるで。新作出たら行かなきゃってなってるのはそういうこと。いや、魅了されてるんや。なるほど。歌声の代わりにコーヒーの香りが。そういうことか。新しいフラペチーノが。そんなバカ。ということはよ、でもやっぱりセイレーンっていうのはまあ歌声でね、人を惑わすっていうんですけども、まあ人魚とかがさ、イメージ的にさ、なんかハープみたいな弾いて歌ってるっていうイメージあるやんか。あれはそっから来たりとか。結構あるよね、そういうのね。でも人魚とセイレーンはあくまで別ってことなんですかね。いや一緒じゃん。上が人間で下が魚だったらもう人魚ですもんね。一緒や。一緒なんだ。ほぼ一緒じゃない。一緒っていう感じなのかな。ね、有名ななんとか映画もあるけど。なんとか映画。ああ、なんとか映画ですね。そう、なんとか映画もねありますけども、そういうので、でこのX&B の2でなんとそのセイレーンが関係するということ。そうですね。はい。どんな感じなんでしょうね。いやー、やっぱりでもセイレーンっていうからには歌声とかね、そういうのが深く関わってくるんじゃないか。その歌声ってさ、どんな感じ？いや、高い声なんか低い声なんかどんな感じ？みたいな。びっくりした。はーっつって。びっくりした。もう規定ですね。うっかりする規定です。それはね。僕ら今魅了されてないです。むしろ心が遠ざかっちゃったり完全に。でも僕は魅力的に感じる声はやっぱり低くて渋い声に憧れてるところもあるんで、そこに魅力をどうしても感じちゃうところは。そうですね。そういうことなんや。なるほどね。でも歌声やからね。いやでも低音で歌う方とかもやっぱりね落ち着きますからね。かっこいいよな。でどんな感じでさ、いやなんか能力があるとしたら歌声でどんな感じがいい？歌声に能力がある。なんか魅了されるもあるし、他にもなんかあるんじゃない？眠らせるとか。まあでもそうやね。眠らせる。眠らせてしまう。他なんかある？混乱やろ？混乱はあるかもしれない。混乱やろ？俺自信ある。自信ある。混乱。急に歌声聞こえてくる。何これってなるやつ。混乱を付与することができるかもしれない。確かにね。他なんかある。でもなんか歌として一番理想なのは歌い始めたらもう誰もが立ち止まるというかね。みんなが聴き入っちゃうみたいなのがやっぱ理想ですよね。俺らの中でのセイレーンや。おい。あれ。ちょっと B がセイレーンの説出てきました。まだだってね第1話しか皆さん見てないですからね。まだねセイレーンがどんなのか。セイレーンが B の可能性も。それじゃあ桐山セイレーン。これで B じゃねえ。桐山セイレーン。いやセイレーン桐山という芸名になって、めちゃくちゃ完全にお笑い芸人じゃないですか。営業に地方の営業とかいう感じになりますよね。コメディアンね。いやいいやんか、それを武器に。セイレーン桐山。セイレーン桐山。みんなの足を止めるんでしょ。確かに。いいじゃないですか。話術じゃなく歌声でね。いやでもどうやってねこの物語に関わっていくのか。確かにね。気になりますよね。そうですね。はい。じゃあ皆さん楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。皆さんがねどう思うかもね。そうですね。教えてください。身の回りのセイレーンっぽい人とかいたらぜひ紹介してください。俺たちは見つけてるから。セイレーン桐山。はい。よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。今
今夜のミッドナイトスナックそろそろお開きの時間でございます。はい、いやどうでしたか。いやね、今回ブラッドエディションということで、まあストーリーズエディションか、それとはまた違った感じで、僕らの魅力をお話できたんじゃないんですか。そうですね。と思いますけど、ちょっと2人の俺理想の声とかそんなのもちょっと聞きたかったんですよ。はいはい。まあなるほどね。スミさんどんな感じなんですか。自分の声が一番好きだ。かっこいい。言ってみたい。それ言ってみたい。自分の声で大満足。大満足。もう大好き。俺自分のこと。自分のことね。声通り越して存在がもう好き。そんだけ自分のこと好きって言えるのすごいと思います。いいことですよそれはね。素敵やなって思うね。いや素晴らしい。素晴らしい。桐山君どうなの？自分の声ですか？自分の声じゃなくて理想の声。自分の声とか言うから。でもやっぱり僕もともと声が比較的高めなので、やっぱり低い声への憧れはあるんですよ。あるよね。やっぱり。なるほど。ありますあります。だからなんかオーディションとかもちょっと低めの声のキャラクター挑戦できるならやってみたいなとかはチャレンジ精神ありつつも、いやでも受かるのはこっちじゃないだろうなとかやっぱりね思うんですよ。そう思うんだね。なるほど。急に声出してくるんだよ。左から見せつけるみたいに。なるほどね。でもそれこそその高い低いで言ったらあれですけど、ね、某悪魔お二人やってるわけじゃないですか。X&B 以外にもね。普通に言うよ。サタンとレビアタン。そう、サタンとレビアタンですよ。ね、このタンタンですよ。タンタン。サタンレビアタンですよ。みたいな。何やそれ。それこそ全然スミさんはね、サタンとブロと全然やっぱキャラクターの音質もそうですけど、方向性が違うじゃないですか。その自分的にはどっちの方が好みとかあるわけですかやっぱり。いやもうそれ悪いねんなこれな。何それ。だからね自分が好きなわけじゃない結局。自分の声が好きというのであれば、じゃあどっちが好きなのよりっていう。手が出た。手を出していいのは高橋さんだけ。俺が歌ってるって言うんだよ。高橋さんだけにして。俺はパンプキンはここにいない。違うやん。だからブロドはもうそれブロドの方が喉に負担はえらいかかっとるわけよ。まあそうですよね。実質ね。なんだ貴様はっつってるわけだからね。でもこれはこれででも楽しいし、ねサタンはサタンで王子様としてねやってるわけで、このギャップを俺は楽しんでるから。なるほど。ギャップか。そうそうそう。だから俺という存在を通して別の存在が生まれてるわけやんか。結局やっぱりそこの主となるのは確かに。そうやね。だからそうそうここに集結。俺いいな。出たよ。行き着く先はねやっぱり自分がいい。素敵やん。素敵やん。自分って素敵やんっていう。なるほど。中田さんはだってそしたらどうなんですかやっぱり。レビアタンと X。何を言ってんだよお前。おい。やめろ。近い意味はないですよ。近い意味はないですよ。X。近い意味ないですけど。でもあれやんレビアタンもさX もさ共通してオタクやん。ああそうね。っていうものがあって。確かに。でそういうので共通ってあるんじゃない？確か声とか違うけど共通してる部分はある。でオタクっていう部分一緒やねんけど、実はちょっとアプローチが違う。そうなん。もう全然自分の中で違うんですけど、これはちょっと実は喋ってるんですよ。どこで？何？どこで？ X でちょっと冊子がねあるんですけど、冊子。その中にちょっと対談をさせていただいて。対談？あら。レビアタン先生のオタク FM 対談版みたいなのが何それ載ってるんですよ。そちらお前聞いてないぞその話画角めちゃくちゃ外れてますよ。今聞いてたかな。お前ふざけんなよお前。自分一人だけやらせていただいてて、そこに詳しく載ってるんで、ぜひそちら見ていただきたいなと。なるほど。お手に取ってもらって。お手に取っていただいてね。ぜひ X にね行った方はぜひそれをね。もちろんそこに全部。それ X 俺言ってんねんけどそれ読めるんかな。読めると思うで。英語で書いてあるかな。分からんけどきっと。でも俺日本語で喋ってるから。でもね。じゃあ訳されてるか分からない。翻訳アプリ使って読んでみようか。頑張って二度手間。頑張ってみてください。ね。1時間ぐらい喋った。あ結構喋ってるね。じゃあ結構分厚いんじゃない？って思うけど、どうしよう5行ぐらいになって全然使えない。めっちゃカットめっちゃカットされたりとか。いやでもまあちょっと楽しみにしてね。じゃあお土産として持って帰ってくるから。あお願いします。読みたい。そうさすがにね読めるかな英語。読めないですけど、ちょっと翻訳アプリをね出さないといけないですよね。ちょっと挟んでみましょうよ。本当に。なんでぜひ皆さん AX の方来てください。そうですね。お手に取っていただいて。最後に番組からのお知らせです。
この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを大募集中です。感想はもちろん、あなたの知ってるオカルトストーリー、都市伝説オリジナルのお話などぜひ教えていただきたいと思います、投稿はハッシュタグ X&B をつけて X、Instagram、YouTube のコミュニティでシェアしてください。はい、この番組を気に入ってくれたら高評価&フォローもよろしくお願いします。それではまた次回のスナックタイムでお会いしましょう。皆さん良い夜を。おやすみなさい。バイバイ。